もうね、眉毛が石みたいになっちゃってて。おー、ジャパニーズガール、ジャパニーズガールっつってさ、綿棒よ。だからもう肩ピキーってなって、痛い痛いっつってもう上がらない。好きなんですとか言える言えない。絶対無理。赤ちゃんになりたいんです、バブーとか言えないかそうなの。次出るから。そうめっちゃプレッシャーかけられてでウェイって言ってもうバイバイとか言ってたらウェイ待ってってみんながワーワー喋ってるし、リアルの声もバーチャルの声もマイクの音も入ってきても何が何だかわけが分かんなくなっちゃったけどなんかもうクエストユーザーは青春してるぞみたいな私が神だ、ジョインしたら、満員で入れない大盛況じゃん。もうみんなざわざわってなるよ、そんなヒーってなるから久々に授乳してみようかなと思って生々しいな、すごい。バーチャルトークドゥドゥドゥ皆さんこんにちは。バーチャルトークの3回目になるんですけれども、今日は VR チャットのクエスト日本集会場に来ています。はい。このワールドですね、すごく日本人が集まってまして、毎週イベントもやってるので、すごく友達も作りやすくて、初めての方におすすめのワールドとなっています。ぜひ遊びに来てみてくださいね。来てくださいね。はい、早速なんですけれども、クエスト2来ちゃいました。で、いや、これはすごい。そう、2台来たんですけれども、まずね、もう被ってびっくり。もう解像度がめちゃめちゃ高くて超鮮明なんですよ。で、クエスト1の時は解像度が低いことによってこう目の前に網がかかるような感じがあったんですけれども、なんと2になってその網が消えて、なんかもう空間を感じるようなレベルになってます。それぐらい鮮明です。空とかもすごい綺麗だもんね。いや、そうなの。もうね、空とか見るとね、現実の空見てるのと変わらないくらいすごいんですよ。で、有機 EL から液晶ディスプレイに変わったためかわからないんですけれども、なんかね、目のね、疲れがね、軽減されてて、長時間の VR プレイもできるようになったんです。それはツッチの話ね。そう、これは僕の話かもしれないんですけれど、僕は、そう。すごく目が凝るんだよね。そう、めっちゃ目凝るの、土の子。そう、もうね、眉毛が石みたいになっちゃってて。石眉毛。そう、石眉毛になっちゃってて、こうマッサージするのにちょっと綿棒を使ったりするんですけど。そう、綿棒よ。そう。お家でね、お菓子作るやつ。そう、うどんとかこねるやつね。うどんとかこねる綿棒をこうやって眉毛にこうやってグリグリやるぐらい眉毛が凝るんですよ、土の子。ある日さ、綿棒持ってきてって言われて、何に使うのかと思ったら、ゴロやるし、ああ、これいいわーとか言って。そう。みたいな。いや、本当にめっちゃ良くて、眉毛が、同じように眉毛が凝る人はぜひ綿棒をおすすめです。そんな人いる？いないね。多分いない。多分ね、あれね、あきちゃんね、綿棒っていう道具をね、何に使うか多分まだ分かってないからね、土の子が日々綿棒でこうやって眉毛マッサージしてるの見てね、あ、これは眉毛をマッサージする道具なんだなって絶対勘違いしてると思うね、あきちゃん。いや、台所行った時にパンとか作るわけじゃん。そしたら、これツッチーのじゃないって。ツッチーのじゃないからって言ったことはある。じゃあもうあきちゃんの中ではもうマッサージ機っていう認識になってる。そう。ツッチーの目をこうゴリゴリやるのが綿棒だって思って。はい。まあそんな感じでね、有機 EL から液晶になったことによって、すごく土の子は目の負担が減って、すごく快適になってるっていうことです。あと、すごくね、ゴムになったことによって、まあこうピタッとね、本体の形と大きさがちっちゃくなったためにピタッとはまって、すごく軽くなってます。でただまあゴムなんで、長時間の締め付けはちょっときついかなと。なんで別売りのバンドを買った方がもしかしたらいいかもしれないなっていうのはちょっと印象としてありますね。昨日アタックさんの奥さんがここの後ろのゴムのところにハンカチ入れたらちょっと楽になるかもみたいなことを言われてたっぽくて、それいいかもなと思ってまだやってないんだけど、それもやってみたらいいかもしれないね。そうなんだよね。やっぱりゴムなんでちょっとこう緩めると急に緩まっちゃうし、締めすぎるとちょっと窮屈になるんで、ハンカチみたいなものを挟むとね、すごくちょうどいい締め付け感で長時間プレイできるようになるっていう感じかもしれないですね。クエスト1の時はね、後頭部のところがラウンドしてて、頭蓋骨の後ろのところに引っかかるような感じがあったんですよ、この後ろのところに。それがちょっとゴムになったことで、鉢巻きみたいな
感じになっちゃったんで、うんちょっとギュッとね支えられる感じがね弱いかなっていう風に思ってたんですけど、これは土の子だけかもしれないんですけど、耳の上にかぶせる感じで後頭部までこうんうグイって縛ると結構安定したりしましたね。私もちょっと耳にかかってるかも。そう、これをね、耳を出してこうやろうとすると、耳がちょっと擦り切れちゃったりして痛くなるので、やっぱり耳にかぶせてやるのがいいかもしれないですね。で、あとちょっとね、コントローラーが重くなったかなっていう印象ですね。重いね、ちょっとね。そう。実際はそんなに変わってないんですよ。ちょっとだけ重くなったっていうぐらいなんですけれども、やっぱ普段からずっと使ってると、なんか、重いなっていう。ビートセーバーやったりした時に、ちょっと重さが全然違うっていうのをすごい感じましたね。肩壊しそうそうそう。いや、そう、ビートセーバーオンラインで対戦できるようになったんですよ。それでもう絶対負けるもんかと思ってガーってやってたらもう肩ピキーってなって、痛いって言ってもう上がらないって言って途中でやめたからね。途中で離脱したね。そう。じゃもう一回挑戦したいなって思って、もう水戸町にボロ負けだったんですけど、もう一回挑戦したいなって思ってて、その時はちょっと肩の方に注意してやりたいなって思ってます。すごくいいその5キロのダンベル持ってる。そう、ダンベル持ってる感じでね。はい、確かに、うんクエスト1でやるよりも2でやる方が筋肉はつくかもしれないですね。まあでも人によってはもう全然変わらないっていう人もいたから、その人の筋肉量って多分変わってくるんだと思う感じ方そこなんか筋肉ないから多分ちょっとした重みの変化がグッてなるんだと思います。ボクサーサイズがすごく効いたね。ちょっと重いなっていうのがなるほどね。前に出す時にね、重さの違いを感じた。水戸ちゃんあれ1時間とかやってるじゃん。それ1時間もずっとやってたらちょっとした重みでもすごい重く感じると思う。あとはやっぱりね、土の子嬉しいのがやっとスティックがちゃんと動くようになったんです。それ壊れてたから。そうクエスト1がね、もう買って3ヶ月ぐらいで壊れたんですよ、コントローラーが。使いすぎ。そう、もう完全に使いすぎが原因なんだけど、もう VR 楽しすぎてもずーっとやってたのね。で、VR チャットでジャンプするときってスティック押し込みだったから、スティックもそうね。押し込みまくってたの。そしたらね、ちょっとコントローラー壊れちゃって、もう壊れたスティックのまま、もう1年ぐらい使ってたんですよ。頑張ったね。そうなの。頑張って耐えたの。いや、もう修理出せって感じなんですけど、もうその修理出してコントローラーが使えない時間も惜しいぐらい楽しくて、全然修理出してなかったんですけど、クエスト2を、コントローラーの修理代わりに買ったとこもあるんですけれども、新しいコントローラーになったんで、もうそれがすごく快適だなと。もうずーっとだましクエスト2が出るまでってずーっとだまし使ってたもんね。そうなの。次出るからそう本当に出るのかなと思って本当に出ちゃった。本当に出た。そうなの。これ結構ね壊れてる方いらっしゃるんですよ。土の子だけじゃなくて。なんで皆さんもクエスト2のコントローラーですね。壊れないように優しく使ってあげるといいと思いますよ。土の子はちょっと壊しすぎだね。そうあんまり物を大切に扱わないとかあったりするからね。その割にiPhone 割れたりはしないんだけど。iPhone ベッキベキとかだったね。みどちゃんはもう iPhone のディスプレイがもうバッキバキで。ディスプレイも裏側もバキバキ。そうこの間見たら裏側もバキバキになってて。いやでもディスプレイはガラスを貼ってかろうじて使えるの。でも裏側って触るたんびに怪我しちゃう。そうだよね。怖いよね。そうだから今更だけど iPhone のカバーを買ったよね。そう父の子が裸で使ったんですよ。そしたらみどちゃんがいいな裸で使うの、私も裸にしようとか言って裸にしてもうすぐ割っちゃってプープーってちょっと思ったりしたんだけど。でも次 iPhone 買ったらだからもう裸で使わないって心に決めたから、もう絶対ケースやったわ。そうケース買うから。そうだね。そんな感じでね、やっぱりデバイスっていうのは壊れやすいんで、クエスト2も乱暴に扱ったらすぐ壊れてしまうかもしれないんで、でコントローラー単体で買おうとしたら結構高かったりするんで、そうなの。だから皆さんもコントローラー大切に使ってくれるといいと思いますよ。あと声がねすごいクリアになったって言われますね。自分たちにはあんまりよくわかんないけどね。そうちょっとびっくりしたのが土の子さんクエスト2買われましたって言われて、なんでわかんのって言ったら、いや声がすごいクリアになってるんでって言われて、やっぱりマイクが違うっていうのがすごい分かるぐらい変わってるらしいです。音がクリアになってるらしいです。クリアっていうか声が違うんだろうねきっとね。マイクが違うからね。マイクの種類が違うと結構声色が変わるんでね。変わるね。そんな声だったんですかみたいになったりする時もあるんで。
そうこのワールド作ったヒルヒルとかもねマイクコロコロ変えたりしてて、ヒルヒルそんな声してたっけみたいなのが何回か、あるね。そうあったあった、でなんかクエスト2すごい音を拾うらしいんですよ。今もちょっとちょいちょい土の子の声がミトちゃんの口から出ちゃってると思うんですけど、これ音がちょっと拾いやすくなってて、なんかおならすると、おならの音も入ってるあちゃそうおならもできやしないわってね、せっかくのバーチャル空間でこっそりおならしてた人いると思うんですよ。バーチャルはどんどんリアルに近づいていくみたいな話あるけれどもバーチャルの中でもおならができない時代が来ちゃいましたね、じゃあちょっと端っこに行って触れてやる。そうおならするときはミュートすることをお勧めしますはい、なるほどね。そんな感じでクエスト2発売されたので、VR チャットの中で入ってきてる人が続々増えてるんですよ。増えたね。ビジターさんがすごく増えてる。めっちゃ増えてるの、で、ラジオ体操とかねクエストマッチョ部っていうイベントが毎朝行われてたりするんですけれども、そこにもビジターさんが、毎日ね、そうお越しいただいてて、いやすごい増えてるんですよ。で自分たちがクエスト無印世代とか言われてたりするんですけれども、初期クエストを買った時に、VR チャットの世界にすごい新しいユーザーがバーって増えたんですよ。でその時にもねなんか新しい風がやってきたなとかで、なんかコミュニティとかもすごい分かれちゃったりとかして、なんかもう違う人種の人たちが VR チャットに入ってきたみたいな、そういう感じの空気感あったんですよ。多分もともとPC ゲームなんでね、パソコンに詳しい人が多くて、技術的な話とかする人が多分多かった印象なんですよね。それがクエストだとそういう難しい知識なしでも任天堂スイッチやるような感覚で遊べちゃうんで、おそらくクエストの登場によって作る人たちっていうね、なんかこう VR チャットの世界を作っていくとか、そういう作っていくっていう人たちから VR チャットの中で遊ぼうっていうような人たちがすごい増えたんじゃないかなっていうふうに思ってます。簡単にできるもんね。Wi-Fi さえあればつなげられるし、テザリングして外からやることもできるんですよ。そう携帯からつながったもんね。そうなんです、しかも無線ですよ。線つながってないでテザリングして外でできる、そうそれ誰がやんのっていう感じはあるんですけど外でもできたんですよ。オフ会でクエスト持ってってみんなそこにいるのにみんなそこから入ってそうあれ面白かったね。そうオフ会でみんなでカラオケ行ったんだけど、カラオケの中でみんなこの VR のゴーグルヘッドセットかぶって、それでみんなでバーチャルの中でもリアルの中でも隣にいるみたいな、そうでカラオケするみたいな、ね、そうあれすごい面白かったね面白かった。そしたらなんか、オフ会に参加してないけどバーチャルにいる人たちがどんどん入ってきて、そうなのリアルにいない人もそこにいるっていうね、すごい面白かった。ただもうみんながワーワー喋ってるし、リアルの声もバーチャルの声もマイクの音も入ってきても何が何だかわけが分かんなくなっちゃったけどすごいそのカオス感がねすごい面白かったね。あれはねバーチャルならではのカオス感だよね。でそういう感じでクエスト無印世代っていうのを言われてたりするんですけれども、クエスト1が発売されて新しい人たちがバッて入ってきた時に VR チャットで遊ぶユーザーがわって増えたんで、なんかもうクエストユーザーは青春してるぞみたいなツイートがあったりとかしてねなるほどね。そう実際青春してた気がする。してたっていうかしてる。そうなのガチで恋愛してる人とかも増えたりとかしてね、すごい結婚した人もいるもんね。そう結婚した人もいるんです。土の子と水戸町もね今同棲してるんですけど、 VR チャットで出会って同棲してるんですけど、結構そういう形で青春してる方がいらっしゃるっていう。みんな青春してる。みんな青春してるし、みんな青春したいし、ここなら青春できるんだよ。そう本当はリアルでもできるんだけどね、そうなの。なんか自由になれるからね。そうなの、自由になれるから、俺たちの青春はここだみたいで、ここだ青春取り戻してる感すごいみたいな言われてたりもした、ね、取り戻してる水戸ちゃんVR チャット初めて入った時どうだった？初めて入った時はね、日本人に会えなかったんだよね。初めて入った時にジャパンとか検索して、ジャパンシュラインっていうところに多分一番最初に入ったの。ジャパンシュラインなんだけど、ジャパニーズ一人もいないのねみんな海外勢なの。なんかハローハローとか言われるから、ハローって言ったらWhere are you from みたいな、どこから来たんですかって言われて、日本人の東京に住んでるガールだっつったら、おージャパニーズガールっつってロシア人にめっちゃプレッシャーかけられてウェイって言って、もうバイバイとか言ってたら、ウェイ待てって言って、いや待たないからって、いや私ロシア人と恋愛しないからみたいな。なるほどね。
めっちゃ追いかけられたガツガツ追いかけられちゃったね。そうで女子はすごく多いと思う、そういう、海外の人ジャパニーズガール大好きだからね、だからそれでちょっと怖くなっちゃってね、もう行かなくなったよね。で友達の平吉さんっていう人があんまり VR チャットやったことない人たち同士で集まろうっていう会を開いてくれたから、それに行って、いけるかもって思って、そこからちょっとちゃんと調べ始めて、日本人がいるワールド調べて初めて多分来たのここなんだよ私。そうなんだね。土の子もそうなんだよ。土の子もすごくミトちゃんと同じような状況で、もう多分ねクエスト2で入られる方も今言ったジャパンシュラインっていうねフェイントワールドに引っかかると思う。それでVR ちょっとなんかみんな楽しんでるみたいだけど、なんか外国人の方ばっかりで全然なんか楽しめないみたいな、そういう感じで感じてしまって多分落ちちゃう人、離脱してしまう人多分多いと思うんですよ。土の子もそうで、もうそろそろもうやめようかな、なんかあんまり面白くないなと思ってたところ、たまたまここのクエスト日本集会場に出会って、ここに入って初めてヒルヒルに出会って友達になるっていう感じだったんですよね。私もそうで、ここに入って、その時私一人だけだったんだよね。でフラフラしてたら誰かが来てくれて、ここよりもっと日本人がいるところがありますよって教えてくれたので、そこにいたので、それがこのワールドの一番奥にあるんだけど、JP チュートリアルワールドっていうポータル入り口があって、そこに誘導してくれたのね、その人が。で今思えば多分あれヒルヒルくんだったと思う。なるほどね。今思えば分かんない、覚えてないけど。いや多分ヒルヒルだと思う。そう多分ね新人さん来たら見てくれてて、そこに誘導してくれてたんだと思うんだけど、もう今全然覚えてないの、必死だったから、もうやるのに必死だったからで JP チュートリアルワールドに行ったら案内人の役の人が何人かいて、多分その時にツッチーもいたんだと思うんだけど、宮吉さんとケムヌコくんがいたのを覚えてるんだけど、人がいっぱいいすぎて全然覚えてないんです実は。いやそうなんですよ。人もたくさんいっぱいいるし、土の子もねミトちゃんといつ出会ったのかっていうのがちょっとあんまりちゃんと覚えてない。気がついたらそばにいて。で、ちょっと説明させていただくと、日本人向けのチュートリアルワールドっていうのが2つあるんですよ。で、1つ目が、先ほどミトちゃんが言ったこのワールドの奥にある、JP チュートリアルワールドっていうのがあります。で、なんか紫色の壁がね、バーってあって、そこに大量の説明が書いてあるワールドで、そこを一周したらもう VR チャットのことがわかるような感じになってます。でそのワールドには案内人の方がいらっしゃいまして、なんとなくバーって入ると、初めてですか、よろしければご案内しますよっていう風に親切に声をかけてくださる方がいらっしゃるので、いらっしゃることがあるね。そうだね、いらっしゃることがある。いらっしゃらないこともある。いらっしゃらないこともあるんだけど、割といるんじゃないかなっていう。そうだね、そうだね。誰かがやってる感じがするね。そう。もうね、時間帯21時に入ったらもう確実にいるぐらいだと思います。なんでちょっとよくわかんない誰かに聞きながらやりたいなっていう方はぜひ JP チュートリアルワールドに入っていただけたらと思います。でただですね、ちょっと海外の人が最近すっごい増えてるんですよ。クエスト1が出たばっかりの頃はまだ本当に日本人しかいないような感じだったんですけども、最近ねグローバル化が進んだのか何なのかわからないんですけどなんかすごい人だからね、すごい人が増えてて、海外の方もすごい入ってるんですよ。で海外の方って結構ねうるさかったりとか、視界ジャックとか、なんかいきなり目の前にわーってなったりする、変な効果がわーって発生したりしてうわーってなったりするんですけど、そういうことが起こったりすることもあります。でもあれがザ・ VR チャットって感じ。そうなの。でも嫌だったら本当にどこか違うところに行った方がいいと思うけど、なんかそれも楽しめるとすごく楽しいかもしれないなって思ったりはする。それ人それぞれ楽しみ方あるからね。嫌だったらブロックすることもできるし、ミュートとかもできるしね。でその場でのやり方、視界ジャックとかをされないやり方とかもその JP チュートリアルワールドの人に聞けば、教えてくれたりするから、それはそこで教えてもらったらいいかもしれないね。そうですね。でこの JP チュートリアルワールドなんですけど、たましこさんっていう方が作成されてます。でそのワールドに入るには VR チャットの検索欄に JP っていう風に入れて検索すると、一番上に出てくるんで、ぜひ検索してみてください。でもう一個なんですけれども、クエスト日本集会場、ここですね。このワールドです。こちらはほぼ日本人しかいないような印象ですね。たまに海外の方もいらっしゃるんですけれども、なんか日本語が喋れる海外の方が結構いたりするね。そうなの。だから結構比較的落ち着いてて、ちょっと友達もすごく作りやすい感じで、で毎週イベントが行われるんですよ、ここで。なんでそれでイベント会場にもなってたりとかして、で壁にもね簡単なチュートリアルが
簡単な説明があったりとかして、ヒルヒルっていう友達が作ってるんですけれども、初めて VR チャットで遊ばれる方はすごくおすすめなワールドかなって思ってます。で、検索するにはジャパニーズ、ワールド検索でジャパニーズっていう風に検索すると上位に出てくるので、JP でも出てくるけどちょっと後ろの方だからちょっと探しにくいかもしれなかった。そうだね、このねなんかワールドの全体的な緑色の感じとかが覚えてれば、あ、これだなって多分すぐ見つかると思うんで、ぜひ遊びに来てみてください。クエスト日本集会場って日本語で書いてあるから。そうなんですぐ見つけられると思う。VR チャットの世界なんですけど、いろいろあるんですけど、土の子何が面白いかなって個人的なんですけど、いろいろあるんですよ。ボードゲームしたりとか、いろいろできるんですよ。でもその中で土の子がすごい面白いなって思ってるのが、お砂糖文化ですかね。なるほど。前回の動画でもお砂糖っていうワードはちょっとテロップとかで説明させてもらったりしてるんですけれども、VR チャット、この VR 空間内で恋愛をすることをお砂糖って言ったりします。で、これ面白いのが、同性の恋愛っていうのが結構普通に行われてたりするんですよ。そうだね、同性のカップルすごく多いね。そうなの。で、なんか全然嫌な感じしないんですよ。すごくね、仲のいいカップルがねたくさんいるもんね。すごく仲良くて微笑ましかったりしてすごくいい感じで、もちろん性の恋愛もあるんですけれども、女の子はすごくモテるね。女の子少ないのよ、とっても。だからさっき言ったなんかロシア人に追いかけられたりとか、そんなこともあり、ワールドに一人で入ったら「ねえねえ女の子」って言ってる人がいたりとか。それ熊吉さんじゃなくて、それ熊吉さんでしょ。ね、熊吉さん。熊吉さんちょっと違うかもしれないけど、そんな感じで女の子だから声かけてくれる人がすごい多くて、水戸町はそんなにねこうモテる感じじゃなかったからね、それこそ人生取り戻したじゃないけど青春取り戻したみたいな。モテたかったら VR チャットへみたいな。そんな感じで女性はすごくモテるみたいなんですけれども、困ってる人もいるけどね、逆にね。そうなの。困っててもう面倒くさいっていう方も結構いらっしゃって、ボイスチェンジャー使って男の声にしてたりする方とかもいらっしゃるんですけど、そういう失恋されたりとかして、でやっぱりいろいろねこう傷ついたりしても、本当に逃げたくなったりする時とかもあると思うんですけれども、すごくこの VR の世界って土の子優しい世界だなって思ってて、もう失敗して逃げたくなってそれがリアルだったらなんかもう引っ越したりとか、もう顔も変えられないから、もう逃げることすらできないみたいなね、仕事変えたりとかね、そんなことで仕事変えてたみたいなね。もうすごく大好きな職場だったのに、あの人のせいでって言ったらけどね。そうでもあると思うんですよ、そういうのが。あると思う。でもバーチャルだとアカウント作り直してやり直しが何度でもできるんですよ。そうアバター変えれるしね。アバター変えれるし名前変えれるし、もう全然わからないんですよ。声も変えれるもんね。ボイスチェンジャーでね。ボイスチェンジャー使えば声も変える。性別まで変えれる。性別まで変えれるんですよ。男性が女性の声を出したりとか、女性が男性の声を出したりっていうのは結構テクニックが必要だったりして難しかったりもするとは思うんですけれども、本当にねボイスチェンジャー使われるとねわからないんですよ。わかんない。そうなの。女の人だと思ってたのに、突然男の人の声でってなることがある。そうよくある。土の子もそうで、ずっと女性だと思って接してたらいきなり男の声がしてと思って、男性だったんだみたいな。それくらい自然なんだよね。そうなんです。声がね。でボイスチェンジャーを使って遊ばれている方が結構多いっていうのもあって、別にそれが普通なんですよね。でもボイスチェンジャー使わなくても男の人が女の子の声出すのめっちゃ上手な人もたくさんいる。両声類って言って女性の声と男性の声両方出せる人がいるんですよ。声がめっちゃ可愛い人がいる。そうなの。早速昨日もいたよ。いやすごいなと思って見てたんだけど、そういう方もいらっしゃりして、本当にわからないんですよ、性別。わかんない。でまたそういう人の声が可愛くて可愛くて。いやそうなんだよね。本当に可愛い。もうよしって。そうなの。でさすがにね、なんかこう VR チャットの中で警戒されてしまって、そのアカウントを変えてまた同じ人に近づくっていうのはさすがにバレるんじゃないかなと。声もやっぱり似てたりとか、喋り方とか、あとこの身振り手振りっていうのが結構チャクラじゃなくて、チャクラじゃなくてオーラが出るんですよ。アバターからオーラが放たれる。動きとかもねやっぱり分かるんだよね。そうなの。これも言ったけど、私とツッチーが逆さで入ったりとか、私のこのアバターの中にアキちゃんが入ってたりとかすることがあるんだけど、
ってみんながやっぱりなんか違うみたいで、そうるんだよね。違う人が入ってるなっていうのが分かっちゃうんですよ。なんで一回警戒された人に近づくみたいなことはね、ちょっと難しいとは思うんですけれども、リセットしてやり直したいと、もう違うコミュニティに参加して遊びたいと、そういうような感じでアカウント作り直して入られるっていうことが何度でも何度でもできる、すごく面白いと思いますね。すごく優しい世界だなと。そうだね。そうリアルに直結してないから新たな自分として再出発できる、再出発しやすいね。そうしやすいんです。やっぱりこのリアルでは結構いろいろ絡み合ってね、なんか自分をかっこよく見せたいとか賢く見せたいとか、そういう気持ちが入ったりして、なんか強かったりとかしちゃう時とかあると思うんですけれども、バーチャルではそういうのを持つ必要がないんです。くだらないプライドみたいなのを守る必要がなくて、素の自分を出してそれがなんだろう、受け入れてもらえる環境だとはすごく思う。かっこつけなくていいし、わからないことはわからないって言えるし、コンプレックスを抱く必要はないんですよね。だから本当にぜひこの VR で遊ばれるときは、もう嫌なことは嫌、好きなことは好きって自分らしく生きるっていうことが VR の中でできるんですよ。なんでそれをやるとすごく楽しいんですよ。めちゃめちゃ楽しい。そうめっちゃ自由になれるんです。もう自分らしく生きることがどれだけ楽か、どれだけ楽しいかっていうのをもう皆さんにもうぜひ体験してもらいたいと思ってます。リアルアバターはすごく真面目だからさ、真面目ぶってなきゃいけなかったのが中に入ったら真面目じゃなくていいっていうね。これ楽なんだよ、すごく。そうなの。前回のバーチャルトーク1の方でもちょっと話したんですけれども、うちの子もちょっとリアルの顔がいかつい話があって怖がられちゃうんですよ。でもこのアバターでね、土の子かぶって土の子だよってやってると全然怖がられないし、なんかみんな土の子にフレンドリーに接してくれるっていう涙を流して、感動的な体験ができるんです。そうなんでね、もう本当にこの VR 空間の中でもう自分を解放解き放ってほしいです。だって授乳カフェだよ。急に振るけど授乳カフェだよ。そう、VR チャットの中で授乳カフェっていうイベントが毎週毎週行われてるんですよ。そこあるんじゃない？あっちにポスターにあるんで、ある、授乳に慈愛をみたいな、なんかそうそんなポスターがあったりして、毎週やってるんですけど、赤ちゃんになったりママになったりね、そうっていう風にするイベントがあったりして、すごいみんな自由になってるなと。自由だよね。最初の頃考えられないよね。考えられないよね。そう授乳カフェとかね、もうびっくりしたよね、初めは。授乳カフェは遠隔さんがやってるのかな。そう、遠隔さんがメインでされてて、今ではもう人気になって、なんだっけ、放送されたんだっけ、テレビで。そう授乳カフェテレビで放送されたらしいんですよ。すごいですよね。アイドルとかね、パンジャンマンもそうだしね、なんかテレビでね、仲間でね、放送されてる方もすごく多いからね。そうなんです。なんでこうやってVR 空間の中でなんかすごい楽しんでると、気がついたらね、テレビに取り上げられるなんていうことがあったりして、すごい面白い。なんかテレビに出た人だみたいな感じで言われたっていうのを聞いた。そうなの。何が起こるかわからないんですよね。だからもう本当に何をしてもいい世界、何をやっても許されるっていうか、すごく優しい世界で、ソーシャル VR っていうのは本当に土の子は夢を実現できる世界だとすごい思ってるんですよ。授乳カフェみたいなのも作ったりすることができるんですよ。いや本当は多分みんなそういう願望っていうか、そういうのを持ってるんだと思うけど、リアルでは僕授乳が好きなんですとか言えない。絶対無理。赤ちゃんになりたいんですバブーとか言えないからもうみんなざわざわってなるから、そんな人ヒーってなるから。いやでも本当はみんなそういう願望を持ってる。だってじゃないとこんなに授乳カフェが人気なわけないです。そうだね。いやちなみに私この前授乳カフェに行こうと思ってジョインしたら満員で入れなかった大盛況じゃん。すごい、リアルママだからね。リアルママ降臨かみたいな感じでリアルママで行こうと思った授乳してあげようかなと思って、ママよって言って授乳してあげようかなと思って行ったんだけど、本当大盛況よあれ。すごいね。入れなかったから、ママ入れなかったから、ママできなかったのよ。ママやりたかったわ。個人的にミトちゃんがママやってる姿はちょっと遠くから見てたかったけどね。遠くからやっぱりね、リアルママ求めてると思うよ。ミトちゃん行ったら神扱いされるんだよ。授乳カフェの神。私が神だ。本物のママですから。久々に授乳してみようかなと思って。生々しいな、すごい。
はい。いやでもほら、だからそうやって、赤ちゃんになりたかったりとか、うん、巨乳が好きだったらほら、うん、すごい大きなおっぱいのアバター着てる人がいたりとか、本当にみんな解き放ってんだよね、自分のその思いをね。そうで面白いのがもう自然と解き放たれてしまうみたいなところもあって、この VR チャットとかこのソーシャル VR を始めてる方々がどんどんなんか明るくなっていくんですよ、性格が。そう最初こんな人だったっけそうなんかどんどん明るくなっていって自分が出てきちゃうんですよ、自然と。だから本当に遠隔さんも授乳が好きなんて思ってもなかったもんね、最初だった時はね。いや本当にでも気がついたら今ではね、そう最初は自分が哺乳瓶持ってるちっちゃい女の子だったけどね。そう哺乳瓶がいつの間にかストロングゼロになり、なってたママになるっていう。そうちっちゃい子がストロングゼロ持ってこうやってグビグビやってて、それあかんやろっていう感じ。そうだから本当にもう授乳カフェも作れるし DJ とかもいるんですよ、ダンサーもいるし、でボードゲームもできるし、ホストクラブなんかもあるんですよね。ホストクラブもいたわ。そう言ってたね。そう生まれて初めてホストクラブに行ったの。これはね一回経験してみてよかったと思うわ。壁ドンしてもらった。あーすごいもうドキドキしちゃった、壁ドンで。うわーすごいね。バーチャルでホストクラブに行けるんだったらね、なんか恥ずかしくないですね。そうで壁ドーンってしてもらってはぁってなったからぜひなんかもうキュンってしたい方はね、ホストクラブの方にも遊びに行ってみて。あれはアルタムーンだったね。いくつかあるんだよね。アルタイルとアルタムーンがあって、アルタイルはPC じゃないといけないけど、アルタムーンはクエストで行けるはず。ホストクラブもめっちゃ人気、順番取りの競争だから。なんかもう常に満員だっていう話を聞いてますね。すごいよ。いや癒しだねあれはね。でそんな感じでDJ だったりダンサーだったりボードゲームもできたりホストクラブもあったりする、もう何でもできるっていう感じなんですけど、私の子的にすごく好きなのがさっき話に出たヨッシーっていう方がいて、初めねヨッシーと仲良くなって話してたら、もうなんか一人で、僕嘘レイケパンチャンマンっていうのやろうと思っててみたいな、なんかこうしてみたいな、なんかパンジャンドラムっていうドイツの兵器みたいなのをダンベルみたいにして両手に持って嘘レイケパンチャンマンとかやろうと思ってるんですよみたいに言ってて、もうなんか周りもなんか空笑いみたいな、ははははみたいな感じになってて、そうでも土の子すごい面白いなと思ってて、結構ヨッシーと絡んでたんだけど、気がついたらなんかもうみんな頭にパンジャンドラムつけてる人がなんか増えてて、何どうなってんのっていう風になって、ヨッシーいないところでもパンジャンドラムつけてる人いっぱいいるもんね。もうヨッシーのその願望とか夢みたいなのが一人歩きしてみんなパンジャンドラムをつけてるっていう感じになった時があったんですよ。それで協力者の方も現れて、なんかパンジャンマンランドっていう、なんか遊園地できてるんです。この前ヨッシーからツイッターで返信が来た時、パンジャン村もあるよっていう。あ、そうなの。増えてんの。なんかいまだにそうどんどん拡大してるみたいですけど、パンジャン。今度行ってみるわみたいな。なるほどね。いやもうそんな感じでどんどん広がっていって、でそうパンジャンマンもテレビに出たらしいですよ。そうすごいね。そのねヨッシーと初めて出会って、もうヨッシーがどんどん夢を叶えていく姿っていうのをミドちゃんも一緒に見てたよね。そう見てた一緒に見てたから、なんかすごいパンジャンマンじゃない時から見てた。そうパンジャンマンじゃない時から見てて、初めなんかムキムキのピカチュウとかなんか変な、そういろいろなんかいろんな紆余曲折してパンジャンマンそうそれでいろいろ見てたんだけど、もうどんどんこう夢を実現しているヨッシーの姿見て、もうほんとかっこいいなと思って。ね、感動したよね。めっちゃ感動した。もうなんかもう、本当に感動した。最初は本当に一人でやってるすごい痛い人だったの。そうそれがどんどん人が増えていって、でだからパンジャンマンランドも本人が作ったんじゃないんだよね、あれね。そうなの協力者の方がすごく、協力者してくれて、そんな人たちがたくさんになってパンジャンマンがいっぱい増えてびっくりしたよね。素敵なことだねあれね。そんな感じでヨッシーだけじゃなくてね、もういろんな多くの人が VR の中で輝いてるんですよ。それが本当にすごい素敵だなと思ってて、やっぱりこの VR、ゲームっていう風な認識をされちゃう方多いと思うんですよ。ね、所詮ゲームでしょっていう風に考える方多いと思うんですけれども、日本の目標がバーチャル空間で夢を実現できる社会っていうのを目指してるんですよ。サイバネティックアバター生活っていうんですけど、そういうのもあったりするんで、ゲームっていう枠を飛び越えて、みんながこう夢を叶えている空間っていうのがもうすでにここにある。バーチャルで仕事できるよ
ようになるっていうのはもう本当に時間の問題だと思ってます。そういう話もちらほらなんか出てきてるもんね。そうなんです。ちらほら出てきてるんですよ。いやみんなねバーチャルの中で夢を叶えてほしいよね。ツッチーはそういう人たちがたくさん増えることが自分の夢。そうなんです。みんな羽ばたけるっていうか、みんな解放されるっていうか、そういうのがツチノコの夢なので、ずっとサイバネティックアバター生活とか出てくる前から自分はそういう世界を作りたいんだっていうのをツッチーが言ってて、私はそれに共感して協力するよってし始めたんだもんね。そうなんです。自分の夢をね叶える場所としてソーシャル VR を遊んでみるっていうのはすごい面白いと思ってます、ツチノコは。そうだね、遊びではなくてね。そう、遊びではなくて、遊びの延長上でできるっていうのが面白いよね。そう、遊んでたらなんかすごいことになってたっていうのが起こっちゃう世界なんで、遊びの延長で広がっていくっていうこともすごいあると思います。すごく楽しい。すごい楽しいし、すごいワクワクする。それが VR だと思ってるんで、詳しくは前回のバーチャルトーク2の方でムーンショット計画って日本の目標なんですけれども、それを見ていただくとより詳細がわかるのかなと思います。はい。じゃあ今日はこの辺でバーチャルトーク3回目なんですけれども、最後まで見てくれてありがとう。また見てくださいね。わー。またねー。邪魔。またね。